2つがいいと思います。はい。どうしても苗をいっぱい作りたいと思ったらいっぱい分けてもいいです。そのくらい花はなかなかこう厳しくなると思うんで、基本的に株分けの場合には2つがいいです。はい。こういう鉢の場合に2つに分けるぐらいがいいと思います。で、この松原さん、植物はこの夏とか冬とかはいわゆる休眠期じゃないですか。でも響きは今咲いてるじゃないですか。だから夏ですからね。じゃあ休眠期じゃないってことですね。夏が成長期なんですよね。成長期というか、バリバリこう高芽も出てくるし、根の張りもいいですからね。でも一回ですね、水苔植えの苗をちょっと買ったことがあるんですけど、水苔植えの場合は、水管理が難しいのかな、根腐れしてるのが結構多かったんで、まあこの響きに関してはバークがいいと思います。最適ってことですね。そうですね。はい。これ以外で植えたら、まあちょっとこう水が長く持ちすぎたりとか、そういったのもあるかなと思うんですよね。これの場合は水がスッとなんか流れてくれるんで、空気の循環もいいと思うんですよね。はい。そこも含めて今まで日本ある程度いろんなフラワーショーとかいっぱい見てるけど、この植え方とか響きに関してはこれぐらいに作るのは日本一だと思います。はい。普通は小さくてしょぼいっていうような形が多いんですけど、この作りは多分日本一ぐらいの作りになっていると思います。はい。はい。株分けははい。基本的にこういう鉢だったら2つぐらいがいい。増やす目的であればちょっと細かく分けていいんですけど、そこには気をつけて、用途に合わせて株分けしてみてください。で今私も株分けはしていますけど、夏場でもちゃんと水やり管理すれば大丈夫ということですね。はい。去年も今頃株分けしましたけど全然平気でした。その代わり花芽がちゃんとついてるやつと花芽がないやつを分けてやるとか、用途に合わせてそんなに小さく分けないとか、そこはあると思います。で割った時に根っこがいっぱいついてる方を主体に植えて、根っこが少ない方はちょっと小さい鉢に植えて、来年再来年用にするというような形の方法もありますね。100% 同じ割って右も左も同じということじゃない場合があるんで、もう小さく株がなった場合には小さい鉢に植えるということは考えた方がいいと思います。はい、割った時の状態で応用していくというのが大事になってくる。全く割った状態で同じ鉢に植える必要はないです。株の大きさによって鉢の大きさを変えていくのは、それが一番いいかなと思いますね。はい、あと肥料なんですけど、肥料はですね、基本的に4、5、6、7月が一応基本なんですよ。基本通りにした方がいいと思います。で私の場合もですね、4月ぐらいからロングトータル計をやっていますんで、はい、でそれで一応収入はしています。でも今回はですね、このプロミックもやりました。6月ぐらい、6月7月いっぱいで切れるような形、これ大体1ヶ月ぐらいで切れますからね。このプロミックもやって花立ちがいいようにはしました。で8月以降はもう基本的にやらないようにしています。はい、そういう形がいいと思います。で結構肥料これです。この粘土好きです。はい、ですから4、5、6、7月にはちゃんとやるとこんな感じで大きくなっていきますね。はい、そういうところです。響き、ぜひ皆さん知らない方が多いと思うんですけど、ここですね、多分九州で売ってるのうちぐらいじゃないかと思うんですよね。で買った人はですね、結構喜んでおられます。長く咲いてくれた、元は取ったとか、そうとにかく長く咲きますよね。ですよね。そこら辺があるんで、知らない方はぜひですね挑戦してもらいたいと思いますね。で本当に寒さだけ気をつけて、水をちゃんとやって寒さだけ気をつければ結構来年も咲いてくれるし、そんな難しい植物じゃないです。本当に素人向けの花がなく咲くデンドロビブだと思います。はい、寒さだけ気をつけて、あと水やりだけしっかりやればしっかり咲いて来年も何年も咲いてくれると思います。はい、そういうところですね。デンドロビブ響き、これからポピュラーにしていきたいんですよね。まだ日本ではあんまり流通していないんで、大体作ってる人が少ないからです。でこんな綺麗な株にはなかなか普通のなんかお店で見ないんで、
花屋を覗いてみるとないですね、東京もないし、東京の大田垣に行ったけど卸屋さんもずっと見ましたけどね、ないですねはい、ですからもうネットでもですね、去年は販売して他のところで販売してたみたいですけども、すぐ売り切れという状態になってたみたいですからね、はい、なかなか他ではない商品になるし、こういったきれいにできているところはまあ自画自賛ですけどないと思いますので、はい、ぜひご購入を検討してもらって育ててみてください。長く咲いて丈夫な花ですので、本当に素人でも全然育てられるんで、はい、おすすめの一品ということですね。はい、夏はですね、今4、500鉢ぐらいあるのでまあこれもですね、大株にどんどん育てて、ちょっと工夫してですね、苔玉とか流木付けとか、こんな綺麗な形の花を咲かせて、消化していきたいと思います。市場流通は今させてないんで、まあYouTube とかそういう形でしか販売は今お店とかですね、ここのお店とかしか販売してないんで、ぜひ、YouTube のクリカラマさんの販売所の方で、ご検討よろしくお願いします。はい、松田さん、もう一つ質問。はいはい。北海道行ってきたんですよね。北海道行ってきますよ。そこら辺の話をちょっとですね、はい、ちょっと日本一周する友達がいてですね、友人がいて、でその方とちょっと飲み方とかいろいろしてですねバーベキューとかして、北海道、日本一周今度するんだという話をされて、北海道は気になったことで毎回2回ぐらい行ったことがあるんですね。北海道礼文島なんかいいですよって言ったら、あんたも行かんねみたいなことになってですね、で北海道で合流して、札幌で合流して、札幌、旭川、礼文島で1泊ずつして、日本一周のちょっと北海道の同行という形でさせてもらいました。すごく良かったですね。で札幌にですね、友達がいて、札幌で夜はですね、海鮮料理をごちそうになって、はい、ウニとかいろんなのを出してもらいました。もう全部は友達が出してくれてですねびっくりで、はい、で旭川ですね、大きな会社のタクシー会社の社長が友達でして、その方も、同行の2人とですね、寿司屋に連れて行ってくれてですね、ごちそうさまです。ごちそうさまでしたで3人分も出してくれたですね旭川ですね、上野ファームという花園があるんですよね、上野ファームという、日本中で有名みたいです。でそこに行ってフラワーガーデンを見たんですよ。日本一です多分、クオリティから言ってですね、いろんなところに行ってますけど、上野ファーム、旭川の上野ファーム、7月の10日前後に行ったんですけど、すごくクオリティ高いです、今まで全国で花やフラワーショー見てきたけど、クオリティは皆さんぜひ上野ファーム、旭川の上野ファーム行ってみてください。時期も良かったんですよね。すごく綺麗でした。インスタグラムには映像をですね、20本ぐらい出してるんで見てください。はい、上野ファーム、知り合いから聞いたらですね、むっちゃ有名なとこですよってで旭川のその友達に聞いたらですね、綺麗なとこが見たいって言ったら、じゃあ上野ファームがいいよということで紹介してもらったんですよね。そこの入場券までくれてですね、お至れで尽くせるだった。もう綺麗でしたよ、上野ファーム。上野ファームって何をしてるところなんですか？花屋さん。米農家が個人でフラワーガーデンを作って、庭ですか？自分庭です。で従業員雇ってメンテナンスして、でそのクオリティがめっちゃ高い。で帰ってきて上野ファーム行ってきましたっていう花のちょっと常連客に聞いたら、有名なんですよそこでクオリティ高かったんで、私が日本中フラワーショーに行ってきたんですけど、クオリティは日本一ぐらいのクオリティがあってですね、意見もあるし、モネのハスの庭とかそういった形のモデルというか、その模したのもあったんで、めっちゃ綺麗でしたね。ずっと言いたかったんですけど、飲み方の時間が迫ってきたんで早々に切り上げて書いたというところなんですけど、もう一回でも行きたいなと思ってますね。はい、上の方と、あと礼文島ですね。礼文島も花の山で、
それ自生してる花ってことでしょ。山がもう花の山になっているような形ですよね。花がいっぱい咲いてるんですね。キスゲ類とかが多いんですけどね、まあ、いろんなアツモリソウとかいっぱいあるんですよ。そういったのも見てきました。いいところでした。で、はい、ウニを食べようと思ったんですね。ウニ丼ですよね。有名ですよね。でバフウニが今取れないということで、紫ウニなんですけど 40g で5000円ぐらいしますよ。40g まとめて食べると1万円ぐらいだったんで、そこはこらえて、まあ、海鮮丼で我慢してっていう形ですね。で、はい、いい出会いもあってですね、礼文島に行って漁港で3人でですね、ちょっとお昼ご飯食べようかなと思っていたんですよ。そしたら地元の漁師の方がウニ漁師ですね。で、船に乗って湾内のウニを何個かこれ食べないっつっていただいたんですよ。言っていいのかな。漁師さんですからね。漁師さんが5、6くれて、これ食べないと言ってくれて、いい出会いですね。そこで割って食べたんですかね。最高に美味しかったですね。でもだから北海道の人たちはその旅人に対して優しいっていうふうに言われてるんですよね。そうなんですか。で、いろんな人がこう旅行に行かれるんで、だからウェルカムっていう姿勢があるみたいで。私の知り合いがですね、まあ、社交的な方なんですけど、昆布干してるとこがあったんですよ。で、昆布農家にちょっと売ってくださいって交渉に行ったらですね、これは個別販売できないんで、うちにあるからこれ持ってけもうウェルカムで家まで連れて行ってくれてですね、まあ、去年取ったやつなんですけど、今年取ったやつはまだ解禁日から2日ぐらいしか経ってない。解禁日やったかな。まだ干し上がってないんで、今年はもう無理やから。で、個別に販売することもできないから、去年のうちにあるからやるよっていう、うちまで案内してくれて、でそこで分けてもらったっていう、もらったという形ですよ。売ってもらったんじゃない、くれたんですよ。そう言われる通り、本当にウェルカムというか、はい、よくしてもらったですね。で、まあ、いろんなことがあって、いい出会いもいっぱいありましたし、礼文島のですね、桃岩荘っていうところがあるんですよ。桃岩っていう有名な岩があるんですけどね、そこの海岸に降りたらメノウっていう石がメノウがあるんですよね。それももう拾っていいということで何個かお土産に、はい、持って帰ったんですかね。結構ありましたよ。で、メノウヶ浜っていうようなところもあるんですよ。観光客が何千人何万人も来れると、そこにも行ったんですけどね、はい、ないです。はい、まあ、いろんなところも海を海岸を散策したり、まあ、私も早起きなんで4時ぐらいからもう明るいんですよね。4時ぐらいから散歩して、はい、海岸沿いも行ったりですね、地蔵岩ってこういった日本の岩が立っているところがあるんですね。そこへまで歩いて行ったりとか、はい、朝4時ぐらいから、はい、私40年前に大学の時に北海道礼文島行ったことがあるんですけどね、その時もその近くで泊まったんですよ。まあ、そういったところの40年前のユースホステルのちょっと記憶も少し蘇りながら、みんなで会議したり、会議というか集まって踊ったりとかそういうことやってましたね。まあ楽しい北海道旅行でした。そうですね。まあラベンダーがすごく綺麗でしたよね。富良野のラベンダー。はい、6月ぐらいからですかね。多分それぐらいが咲いてくると思う。でも全然まだまだっていうような形でしたよね。12日に行ったかな、旭川。はい、もう何丁ぐらいかな、10丁20丁ぐらいのところにもうラベンダーなんですか。そうラベンダー、見渡す紫のラベンダー、はい、馬車が観光ルートになってましたね。はい、馬車に乗ってラベンダー園を回るというようなところもあったし、はい、ラベンダーソフトクリームも美味しかったし、それとですね、旭川から稚内まで行く道でサロベツ平原っていうのがあるんですよね。はい、もうすごく綺麗なところなんですよ。はい、サロベツも自然公園になってて、それの直線の道とか、風車が回ってるもうすごくまっすぐな道とかあってですね、そこへも感動しましたね。礼文島の手前、利尻礼文島の手前なんですかね。まあ、国立公園になっている、そこに道がずっとまっすぐな道があるという。旭川のお友達からもうそこ通るといいよ、面白いな、綺麗だよということで紹介してもらって行ったんですけど、
単純でしたけど、海沿いは綺麗でした。はい、ニシン番小屋というところもあってですね、昔はニシンがいっぱい取れてたみたいですね。はい、頭の映像には結構残ってるんでまあいいところでした。はい、でも計画されていくのもいいかなと思うんですね。いろんなところに広いからですね。広いからですね。蘭渓をですね、札幌とか旭川にこう植えてもらいたいということも考えていたんですよ。でも気温がむちゃ下がると、マイナス旭川なんてマイナス20度ぐらいになるということで、雪も何十センチか積もるからちょっと無理かなと思って、まあ札幌の方にはですね、ガーデンデンドロビウムと響きを送ったんですよね。でまあ冬は家の中に入れてくださいよと。本当は札幌でモデルガーデンをちょっとやってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいかなと思ったんで、はい、それはちょっと板付けのガーデンデンドロビウムもちょっと送ったんで、それで様子見てよって話はしていました。はい、で本当に札幌の友達、旭川の友達もよくしてくれたしですね、はい、こっちからもお土産をですね結構送って、こう宮崎どれの果物とか、はい、100年の孤独も送ってあげて、相当喜んでいましたね。ロックで飲んでくださいね。まあ墓場まで持ってくるのは思い出だけしかないかなと思って。おめえ方言いますね。だから思い出をこういっぱい作っていこうかなと思ってるところですね。いい思い出になりました。記憶に残る。そういうところでした。遊んでいます。すみません。ありがとうございました。